一度見たら最後、呪いの八尺様をご存知だろうか。人里離れた村で起こると言われる呪われた怪奇伝説。謎が多く得体の知れない化け物八尺様の正体とは。はい、どうもアルゴメトリのケンちゃんです。どうも闇闇子様です。死ねストレートだよあんた。というわけでね、本日ご紹介するのは一度見たら命はないと言われている幽霊八尺様をご紹介したいと思います。すごい有名な幽霊よね。聞いたことあるわよ、私でも。この話はね、2ちゃんのオカルト版で紹介された幽霊の話なんですけど、この八尺様はね、10年に一度現れると言われていて、なんと今から10年前に長野県にあるある村で現れたというんです。オリンピックよりなんか長い周期ね。若い男性の前に突如現れる呪いの妖怪八尺様。数百年もの間、村に恐怖を与え続ける八尺様の正体とは。不気味な声。今から10年以上前のとある男性のお話をご紹介いたします。私は祖父母に会うために自宅から車で約2時間ほどある父の実家によく一人で遊びに行っていました。その日はいい天気で、公園はポカポカと気持ちよく、そこでしばらくくつろいでいました。すると、ポポポポポポと変な音が聞こえてきたんです。その音は機械的なものでもなく、人が発しているような感じで、それもダグ音とも反ダグ音ともどちらにも取れるような音だったんです。私は疑問に思っていると、庭の生垣の上に帽子があるのを見つけました。帽子はそのまま横に移動し、垣根の切れ目まで来ると、一人女性が見え、その帽子は女性が被っていたんです。その女性は白っぽいワンピースを着ていました。しかし、生垣の高さは2メートルほどもあり、その生垣から頭を出せるというのは、どれほどの高身長の女性であるのかを驚いていると、女はまた移動して視界から消えていったんです。帽子もその場所から消え、またいつの間にかポポポという音もなくなっていったんです。私もその時は、もともと背が高い女が超厚底のブーツを履いていたくらいにしか思っていませんでした。その後、居間でお茶を飲みながら、祖父と祖母にさっきのことを話しました。さっき大きな女を見たよ。男が女装してたのかなと言っても、へーくらいの反応で気にも留めてくれませんでした。しかし、垣根より背が高かったんだよね。帽子をかぶっていて、ポポポとかなんか変な音出してたんだよね。と言った途端、二人の動きがピタリと止まったのです。その後、いつ見た？どこで見た？垣根よりどれぐらい高かった？と祖父が怒ったような顔で質問を浴びせてきました。祖父は急に黙り込み、その後どこかに電話をかけ出しました。祖父は電話を終え戻ってくると、今日は泊まっていけ。いや、今日は返すわけにはいかなくなった。と言いました。そして、ばあさん、あと頼む、俺は K さんを迎えに行ってくる。と言い残し、軽トラックへどこかに出かけて行ってしまいました。祖母に尋ねてみると、八尺様に見入られてしまったようで、あの人が何とかしてくれる。何にも心配しなくていいからね。と震えた声で言いました。祖母の話によると、この辺りには八尺様という厄介なものがいて、八尺様は大きな女の姿をしているんです。名前の通り、八尺ほどの背丈があり、ポポポポポと男のような声で変な笑い方をするのです。人によっては、喪服を着た若い女だったり、留め袖の老婆だったり、野良着姿の年増だったりと見え方が違うんですが、女性で異常に背が高いということと、頭に何かを乗せていること、それに気味悪い笑い方は共通しているんです。また、祖母によると、八尺様は十数年に一度くらいの頻度で現れ、一度見入られると数日のうちに殺されてしまうのです。八尺さんもだいぶメンヘラだけど、私は他の女と喋ってるとこ見たらもうすぐ刺す。怖えわ、お前。俺の元カノかよ。長すぎる夜。そのうち祖父が一人の老婆を連れて戻ってきました。えらいことになったの。今はこれを持ってなさい。K さんという老婆はそう言ってお札をくれました。祖母は常に私と一緒にいて、トイレに行く時もついてきて、ドアを完全に閉めさせないように注意深く監視していました。しばらくして私は2階に上がらされ、一室に入らされました。そこは窓が全部新聞紙で目張りされ、その上にお札が貼られており、四隅には盛り塩が置かれていました。また、木でできた箱状のものがあり、その上に小さな仏像が乗っていました。祖父は、もうすぐ日が暮れる。いいか、明日の朝までここから出てはいかん。俺もばあさんもな、お前を呼ぶこともなければ、お前に話しかけることもない。そうだな、明日の朝7時になるまでは絶対にここから出るなよ。7時になったらお前から出ろ。家には連絡しておく。と、私に真顔で強く言ったんです。さらに、今言われたことはよく守りなさい。お札も肌身離さずな。何か起きたら仏様の前でお願いしなさい。と、K さんにも強く言われたんです。
テレビは見ていいと言われていたのでつけていましたが、見ていても上の空で気も紛れることもなく、部屋に閉じ込められた時に祖父がくれたおにぎりやお菓子も食べる気が全く起きませんでした。そのまま布団にひたすらくるまっていたんです。そんな状態でもいつの間にか眠っていたようで、目が覚めた時には何かの深夜番組が映っていて、自分の時計を見たら午前1時過ぎだったんです。私は耳を澄ますと窓ガラスをコツコツと叩く音が聞こえたのです。初めのうちは風のせいでそんな音が出ているのかと思い込もうとしたのですが、明らかに人為的な音だったんです。そんな時、祖父の声が聞こえました。おーい、大丈夫か？怖けりゃ無理せんでいいぞ。思わずドアに近づいたのですが、祖父の言葉をすぐに思い出しました。またドアの外から声が聞こえました。どうした？こっちに来てもええぞ。その声は祖父の声に限りなく似ていたのですが、確実に祖父の声ではなく、何か恐怖感を煽るような声だったんです。ふと祖父が準備していた隅の盛り塩を見ると、上の方が黒く変色していました。その時、ポッ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 とあの声が聞こえ、窓ガラスがトン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 とまた鳴り出したんです。私は仏像に祈り、朝を待つだけだったんです。私は長い夜を乗り越え、つけっぱなしのテレビを見ると、いつの間にか朝のニュースがやっていました。画面の隅に表示される時間は確か7時13分となっていて、ガラスを叩く音もあの声も気づかないうちに止んでいました。しかし朝を迎えた時に確認すると、盛り塩はさらにどす黒く変色していたのです。黒くなった塩ってのは香ばしくて美味しそうね。焼き鳥屋のじじいかお前。迫り来る八尺様。その後、私は恐る恐るドアを開けると、そこには心配そうな顔をした祖母と K さんがいました。その後祖父は、早く車に乗れと促し、庭に出てみると、ワンボックスカーが1台ありました。そして、庭に何人かの男たちがいて、私は9人乗りワンボックスカーの列の真ん中に座らせられ、助手席に K さんが座り、庭にいた男たちも全て乗り込みました。そのワンボックスカーには、私を含め9人が乗り込んでおり、八方全てを囲まれた形になりました。大変なことになったな。気になるかもしれないが、これからは目を閉じて下を向いていろ。俺たちには何も見えんが、お前には見えてしまうだろうからな。いいというまで絶対に我慢して目を開けるなよ。私の右隣に座った50歳ぐらいのおじさんが言いました。そして祖父の運転する軽トラが先頭、次に自分が乗っているワンボックスカー、そしてその後に親父が運転する乗用車という車列で走り出しました。車列はかなりゆっくりとしたスピードで進みました。おそらく20キロも出ておらず、極めて遅いスピードだったんです。間もなく K さんが、ここは踏ん張りどころだとつぶやくと、何やら念仏のようなものを唱え始めました。すると外から、ポッポポッポッポッとまたあの声が聞こえてきたんです。私は K さんからもらったお札を握りしめ、言われた通りに目を閉じ、下を向いていましたが、薄目を開けて外を少しだけ見てしまったのです。なんと目に入ったのは白っぽいワンピースの巨大な女性、そう八尺様だったんです。それが車に合わせ移動して大股歩きで村からついてきたんです。その後車内を覗き込もうとしたのか、頭を下げる仕草を始めたんです。私は無意識にヒッと声を出してしまいました。慌てて目をギュッとつぶり、さらに強くお札を握りしめました。 K さんの念仏にも力が入ります。やがて声と音が途切れたと思った時、 K さんがうまく抜けたと声を上げたんです。それまで黙っていた周りを囲む男たちもよかったなぁと安堵の声を出しました。やがて車は道の広いところで止まり、親父の車に移されました。父と祖父が他の男たちに頭を下げている時、 K さんがお札を見せてみろと近寄ってきました。無意識にまだ握りしめていたお札を見ると、全体がどす黒くなっていたんです。その後、私の父も八尺様のことは知っていたようで、子供の頃友達の一人が見入られて命を落としたということを話してくれました。また父によると、八尺様に見入られたため他の土地に移った家族もいたというのです。家に戻ってから祖父と電話で話をした時、あの夜に声をかけたかと聞いたんですが、そんなことはしていないと断言されました。八尺様の被害には成人前の若い人間、それも子供が会うことが多く、まだ子供や若い年の人間が極度の不安な状態にある時、身内の声であのようなことを言われれば、つい心を許してしまうことが多いのです。世界最長の断食記録を知っていますか？最も長い期間断食を行った男としてギネスにも認定されているアンガス・バルビエリ。人間の限界を超えた断食のせいに彼を待ち受けていたものとは？テレビの左上に表示されてた事件覚えて